皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。皆さん、元気ですか？私は最近年末年始でバタバタしていたんですが、今日はゆっくり動画を撮れるのでとても楽しみです。で、今回は最近どんどん寒くなってきましたよね。で、皆さんの国では冬をどう過ごしますか？日本では様々なあったかグッズがあって、私も取り入れているものがたくさんあるので、それを今回は紹介していきたいと思います。で、今日は私は抹茶を飲んでいます。なのでコーヒーではなく抹茶で乾杯したいと思います。それでは今日もたくさんお話ししていきましょう。乾杯！この抹茶はちなみに私の出身の福岡である八女市というお茶で有名な、ところに観光に行った時に買ったんですが、とっても美味しいです。なのでもし皆さんも福岡に行く機会があったら、ぜひ八女茶の抹茶とか他のほうじ茶とかも試してみてください。早速あったかグッズを紹介していきたいと思います。今日はあったかグッズを5つ紹介していきたいと思います。まず1つ目はこたつです。日本のこたつです。もし日本のアニメやドラマをよく見る方は見たことがあると思います。こたつは、グッズというより、家具になります。で、何かというと、机があるじゃないですか。机とかテーブルで、ローテーブルなんですけど、そのテーブルに布団をかけます。なので、テーブルをパカッと開けて、布団を入れる感じですね。で、布団があって、そのテーブルの下には温まるヒーターのようなものがついているんですね。で、なのでそこに私たちは足を入れて座ります。で、いろいろなタイプがあります。例えば、よくあるのは掘りごたつといって、椅子のように座って下が、空洞になっているんですね。なので本当にこうやって座ったままこたつに入れるタイプであったり、普通に床に置く場合は、えなんて言うんですかね、そのまま足を入れて温まったり、あとは最近はなんかソファー、ローテーブルではなくて低いソファーにこたつがついてるタイプもあるみたいで、こたつもどんどん進化しているみたいです。で、こたつのいいのは、冬が終わったらその布団部分を結構取り外しできるタイプが多いので、テーブルとして、冬以外は普通に使えます。で、こたつはもう本当に人気で、特に私も旅館とかに行ったり、あと、祖父母、おじいちゃんおばあちゃんの家に行ったりするとこたつがあるので、冬はもうこたつに入ってみかんを食べたりお菓子を食べたりというのが定番で、こたつのあるあるといえば、もう暖かいのでこたつから出られなくなるんですね。なのでそれがこたつが一番危険だなと思う瞬間です。もう出られなくなるんで、ずっとこたつに入っておきたいなってなります。で、実際に日本ではこたつから出られなくなる人のニックネーム、言葉があって、こたつむりと言います。こたつむりですね。もうまるでカタツムリのようにこたつに入って出なくなる人のことをこたつむりと呼びます。で、
こたつはとてもおすすめなので、皆さんもぜひ体験してみてください。では次、2つ目は腹巻きです。腹巻きですね。で、これは私の個人的なおすすめなので、日本人の人全員が腹巻きをつけているかというと、そんなにつけていないと思います。ただすごくおすすめなので、紹介したいと思います。で、腹巻きとはもう言葉の通りで、腹に巻くという意味です。なので本当にこういうただのなんて言うんですか、本当に、多いのは綿の生地で、それを上からかぶって、でお腹の周りにそのあったかい布を巻くことでお腹が冷えないというものですね。というのも、腸活という言葉があるくらいお腹を大切にするので、お腹を温かくして、そして結果全体を温かく保つことができるので、腹巻きもとてもおすすめです。これは私の冬には欠かせないグッズです。で、私自身もほぼ毎日腹巻きは着ています。次、3つ目は温泉です。もうこれは定番ですね。温泉です。で、温泉はもちろん家にはなかなかないので毎日入ることはできないんですが、旅行に行ったらよく温泉巡りに行ったりもします。なので、お家では湯船に使って、で冬の旅行というと結構な確率で日本人の友達とかは、温泉に行こう、温泉に入って温まろうということが多いです。なので実際に私もほぼ毎年冬は温泉旅行に友達や家族と行っています。次、さて4つ目は無印のあったか麺やユニクロのヒートテックがおすすめです。で、これは何かというと、見た目は普通のロン T です。ロングな T シャツ、ロングなシャツですね。で、これを洋服の下に着用します。なので、例えば今日このセーターを着ているとしたら、その下に、ヒートテックを着ます。で、それを着るだけでもう本当に暖かくなります。そして最後、5つ目はカイロです。カイロはもう本当に私の救世主、そして一番長くお世話になっているかもしれません。カイロは多分中学生の時ぐらいから使っていて、私は中学生の頃テニス部に所属していて、冬の寒い季節でも練習があったり、あと高校生の時も外でスポーツをしたりしていたので、その時は必ずカイロを持って練習に行っていました。このカイロはすごく便利なんですが、何かというと、まず貼るタイプと、貼らないタイプに分かれています。で、貼らないタイプはシャカシャカ振って、手で持ったりして温めます。で、体のどの部分に、近づけて温めても大丈夫です。で、貼るタイプはペタッと、自分のインナーの上から貼ったりして体が温まるグッズです。で、カイロを貼っていると本当に、体がポカポカするんですね。なので最近も私は冬の寒い中ゴルフに行ってきたんですが、お腹と背中両方に貼るカイロを貼って、でそして足にも足用の貼るカイロというのがあるので、足にもカイロを貼ってゴルフをしました。
なのでとても暖かかったです。あと友達が貼らないカイロの小さいのを持っていたので、それは振って手を温めていました。でこのカイロのすごいのが、私は末端冷え性といって手の指とか足の指が結構寒くなるんですけど、カイロをつけることによってすごくポカポカして芯から体が温まるのがわかるので、これも冬のあったかグッズとして最高だと思います。以上が日本の冬に欠かせないあったかグッズの紹介でした。なので最初から、おさらいをすると、1つ目がこたつ、2つ目が腹巻き、3つ目が温泉、4つ目がヒートテックやあったか麺、そして5つ目が、カイロでした。皆さんはこの中で使ったことのあるものはありましたか？私はすべておすすめですが、特にカイロにお世話になっているので、一番それが大事な欠かせないグッズだと思います。ぜひ皆さんの冬の過ごし方もコメントで教えてください。それでは今週もみゆの日本語カフェ遊びに来てくれてありがとうございました。皆さん、寒さに気をつけて暖かくして過ごしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。